皆さんこんにちは。システム組み立てチャンネルのしんぼりといすみと大滝クリステルです。ふざけてちゃんと用意しとったんかい。はい、じゃあ今日は滝川クリステルスタイルで皆さんセールスフォースとフリー会計で作る経理バックオフィス DX っていうところで、3本目の動画になります。1本目2本目いいよなに貼ってるのでぜひ見ていただきたいなっていうふうに思いますが、3本目の中ではですね、フリーとセールスフォースを連携するためにはフリーフォアセールスフォースっていうもうフリーさんが用意をしてくれている連携のツールがあるものの、フライクではそれを使っていないです。じゃあなんでフライクは使わないのかっていうところを今日の動画ではお話ししていきたいと思います。じゃらん。クイズの時間が始まりました。なんでフライク社はフリーフォーセールスフォースを使っていないのでしょうか。1、金額が高い。2、債務ができない。3、ダサい。さて、どれだ。1番有料だから。ファイナルアンサー？ファイナルアンサーは何も使わなくていいんですか。ファイナルアンサーで。正解な。ということで、大滝さん答え3つが選択肢全部答えだったんですけど、全部合ってる。全部答えです。ということで、そうなんですか。本日の動画はここまでです。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。とりあえずチャンネル登録だけお願いします。うちの動画の 90% はチャンネル登録してない人が見ているので、10万人登録できるみたいなんで、みんながチャンネル登録したら。見てくれてる人たちが。そうそうそうおお。ゼロ是が非にでも。はい、さっきの選択肢は、1つ目が、高い。高い。2つ目が債務ができない。3つ目はダサい。浅い。だったんですけど、僕2つ目から思ってました。債務ができない。それも正解ですね。先にもう答えが出たので、その答えからいくと、1つ目が、お金がかかる。ランニング費用の負担が大きい。継続的に発生する固定費がすごくかかるっていうのが1つ目。と、2つ目、これも一緒ですかね。フリー会計の上位プランを契約する必要がある。すなわち高くなるっていうところですよね。はい。で、次、これちょっとダサいになるのかな。ダサいとはちょっと違うかもしれないですけど、柔軟な連携が難しい。要するにもう型に決まった連携しかできない。要するにダサいよねって痴漢しときましょうか。と、最後が債務の連携ができない。要するに原価とか支払いのところですよね。売上の連携はできますけど、原価に関する債務に関する連携ができない。っていうところのこの3つが大きなポイントになってきます。そしたら一つずつ深掘っていこうかなっていうふうに思います。シンボリの深掘りタイム。シンボリタイム。まずお金がかかる。というところで、やっぱお金かけたくないですよね。これどれぐらいかかると思いますか。いやー、全然わかんないし、開発すればお金がかからないっていうのもわかんないです。なぜかからないのかっていう。なるほど。いい質問だ。いいですね。でいくと、開発してもお金はかかります。そののお金をイニシャルにかけるのか、ランニングにかけるのか。賃貸マンションと分譲と似てるかも。わかりやすいですね。実際。イニシャルがかかるっていうことは、開発にはお金がかかる開が、発費そうですね。それを運用しているときには、費用が一切かかってない。じゃあここ、ご説明をお話をすると、フリーフォアセールスフォースを使う場合、3つのお金がかかります。1つ目は、セールスフォース、そもそもの利用料。はい。もちろん使うからかかりますよね。2つ目が、フリー会計の利用料。フリー会計を使うのでかかりますよね。そして3つ目が、フリーフォアセールスフォースの利用料。やっぱ有料なんですね。そうです。っていうこの3つがかかるので、この3つの足し算が毎月、毎年かかっていきますよっていうところになります。プラスそのフリー単独の利用料っていうところが上位プランじゃないとできないっていうところですよね。フリーいろんなプランがありますけど、なんでそこそこいいプランじゃないとできない。月額4万とか4万3000ぐらいのプランがアドバンスプランっていうので、それじゃないとできなくなってるんですね。API 連携をするっていうので、まず他システムのツール同士を
連携するってなると、それじゃないとできないから、そのプランになる。強いて言うんだったら、爆落請求書との連携とかも、それじゃないとできない。スイープっていう会社を買収して、フリーの中のプロダクトに入れているので、他の他社を排除するっていう観点で、そのアドバンスプランっていうのじゃないと、連携ができなくなったんで、セールスソースも同じ。月額が4万2000になる。ちなみに、フライク社は3980円を使ってる。そこは開発して API を使うっていうのは、費用はかからない。じゃあ次は、使わないパターンですね。フリーフォアセールスソース使わないパターンはもちろんセールスソースかかります。と、フリーもかかります。ただ、コネクターは契約しなくて良いので、ランニングでかかるのはセールスフォースとフリー会計のこの2つだけになるので、まずフリーフォアセールスフォースの利用料がかからないっていうところと、もう一つがその上位プランを契約しなくてもできるので、今大滝さんおっしゃったように3980円ですけど、のプランでも連携ができてしまう。怒られないんですか？なんか怒られない。実は。いやいや、全然。もう合法の中の合法で。ということで、圧倒的にもちろんイニシャルはかかるものの、ランニングがかからないので、ランニング使えば使うほどずっとかかるものが最初にキュッて収めれますし、そこの開発費用もそんなにフリー単独とつなぐってことであれば簡単にできると思いますし、むしろなんかもう iPaaS のプロダクトを使ってるよってことであれば、そこでノーコードでつなぐこともできると思うので、そういった形をすれば、費用的な部分は圧倒的に減るかなと思います。二つ目ですね。柔軟な連携が難しいというところで、これSaaS あるあるじゃないですけど、もう用意されてるものがあって、この中で連携して使ってくださいねっていうものになるので、ある程度連携はできるものの、すごく独自なことを Salesforce の中でやってますとか、Salesforce のカスタムオブジェクトですごくガリガリゴリゴリ作って請求データを管理してますみたいになってくると、連携ができないことがある。決められたレールの上しか走れないっていうところがあるので、そういった企業さんっていうのは柔軟な連携できないですし、あとはそもそもフリーの API はあるものの、Salesforce の連携のフリーフォアセールスソースではできないっていうこともあると思うので、柔軟なことができないよねっていうところで、一言で言うと、全社最適化を目指す企業にはあまりフィットしないかなっていうところがあります。今ってフリーフォーセールスソースで請求一覧画面ってありましたっけ？なんか前なかったよね。前なかったですね。前がフリーフォーセールスソースのうちの請求一括画面がなくて、一件一件商談の中から請求書のデータを見て、そこからポチポチ押さないとフリーに連携できないっていうので、やっぱめんどくさって言って画面作りましたよね。結構複雑だったり、逆に、シンプルだけど量が多かったりみたいな業務フローには、あんまり対応できるようなテンプレートというか連携になってない。多分そうですね。あとは、これも今はちょっとわからないですけど、フリーの一般的な取引、収入の取引ではなくて、振替伝票で連携をしたいとか、そういったプラス更新をしたいっていうところももしかしたら今はわかんないですけど、プラス更新怪しいっすね。前置き金で処理した内容をもらったんでプラス更新しますみたいなやつですよね。確かに。みたいな、やっぱ柔軟なことっていうのはおそらくできないので、さっきダサいみたいな表現、ダサくはないとは思いますけど、できないことが多いので、使えない企業さんは結構中にはいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。最後が、提供している連携が債券だけになるので、原価の情報を管理をしたいとかってなってくると、もうこれはできないっていうところになります。なので、あくまで売上とか請求の管理だけ。あくまでその原価とか支出とか、セールスソースで発注管理をしてます。業者さんに発注の管理、原価の管理をしてます。ただフリーには別途入れないといけないです。みたいなところがあるので、債務管理ができないっていうところは3つですね。そっか。うちはやってないけど、例えばホームページ制作会社さんでホームページが100万円で受注しました。売りは100万の請求出すけど、外部のパートナーに、例えば30万発注しますってなった時に、支払いの方の請求書のデータをセールスソースの中に入れておいて、そのデータをフリーの方に支払いとして立てることができないってことか。立てることできないですね。じゃあ出勤する時の方のデータを手動で入力しなくちゃいけないから、めんどくさいよってなるんだ。そうです、そうです。あとは請求書をもらった時に請求書データを入れるのか、振り込んでから仕分けを作るのか、2択ですよね。
っていうところをどう組むかっていうところは結構できないポイントとしてはあるので、セールスフォースの中でプロジェクトの収支管理してますとかっていう企業さんもしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、収支の管理はしてるものの連携されてないので、原価は別でまた会計システムの方に入れてくださいみたいなことはもしかしたら起きてるかもしれないですね。経理の人の課題としては、請求書が届くんですけど、この請求書って本当に支払っていいのっていうのがわからないので、実際発注した人にその時に発注した発注書と請求書を照らし合わせて、これで発注してるよね、ちゃんと納品もらってるよね、だから払っていいよねっていう判断をしないといけないっていうのがあった時に、セールスフォースで仮に発注管理をしている場合は、セールスフォース側に発注のデータがあるので、この発注に対する請求書が届いたぞ、支払っていいのかっていうのを卒業していくっていうところを戻してセールスフォースで見るようにするのかとかっていう観点。予実とかまさにそうですよね。100万原価使う予定だったけど、実際請求書では30万しか届かなかったから、予定100万に対して実績30万だよねみたいな予実管理みたいなところでもセールスフォースでしてる企業さんはいるかもしれないですね。めっちゃ余談ですけど、フリーの中の人事労務、フリー人事労務かな。はい、その中で、うちって勤怠管理使ってないじゃないですか。はい、勤怠管理のデータが、人件費の中にちゃんと入り込んで、人件費の中にプロジェクトコードもちゃんと入ってるんだったら、それセールスフォースに戻したいよね。フリーで勤怠管理してる企業さんってことですね。確かに。うちは全部チームスピリッツでやってるからそこは見れてるけど、フリーでやってるんだったら、フリーも多分アドバンスプランに上げた上で、ちゃんとプロジェクトコードも払い出した上で、フリー人事労務の中で勤怠占めたデータが人件費として入ってくるわけじゃん。人件費の中でプロジェクトコードも振られてるんだったら、その人件費のコードがある金額のデータもちゃんとセールスフォースのプロジェクトの方に返したら、プロジェクトの原価管理はできそうですよね。そうですね。人件費までいけますね。はい。ということで、債務のところを連携するかしないかみたいなところは要検討ですし、どう見たいのかっていうところは決めた上ですけど、フリーフォアセールスフォース使ってると、やっぱ連携ができないので、仮にやりたいってなった時にできないっていうところがあるので、そういった未来をお考えの方っていうのは、ちょっとぐっとこらえて自分でカスタムして作るかみたいなところを視野に入れた方がいいねっていうところのお話でございました。ということで今日はフリーフォアセールスフォースっていうところにちょっと特化をしてお話をしてきました。フリーフォアセールスフォースだとできないことがあったりとかするので、そういったところを踏まえた上で予算とかみたいなところを考えて、どう連携するかっていうところをしっかり決めていきましょうねっていうところのご案内の動画でございました。そしたら、三角さんが多分手帳とかで準備してるのかななんてまとめようかなって準備してるはずなので、また三角さんに最後まとめてもらって、今日の動画を終わりにしたいと思いますので、準備の成果をお願いします。2画面です。フリーも、ボックスもそうなんですけど、アップエクスチェンジだとどうしても限界があることがあります。そういう時は、フライクに依頼をいただいて、オリジナルのカスタマイズをぜひ、できますので、お問い合わせをお待ちしております。はい。ということで、今日の動画はここまでになります。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録、皆さんがしていただくと10万人いくらしいので、ぜひよろしくお願いいたします。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。